子供がいることで幸福度が下がると思ってます。子供がいて初めて幸福っていうところに下がるっていうのがちょっとよくわかんないかなっていう。25で妊娠したんですけど、自由奪われて幸せじゃないと思ったことはないので、自分の体が自分だけのものじゃなくて、その乗っ取られていく感じは私は正直怖かったですね。子供が成長を遂げていく瞬間瞬間の幸せとか、ああよかったっていうのはたくさんあるんですよ。映画とかね、ドラマとか幸せなハッピーストーリーいっぱいありますけど、自分の人生を消すことになると思うんですよ。私は縛られたくないっていう。女性って自分よりも上だと感じる女性のことを蹴落とそうとするから、子供嫌いな人って子持ち女を攻撃してくるっていうことが、子供を産むことが女性の幸福度を下げるような社会であるとちょっと思いますね。皆さんこんにちは、山口です。手前に座っていらっしゃるのがスピーカー佐藤めぐみさん、現在30歳で未婚の方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣に座っていらっしゃるのが本日コーディベーター足立愛さん、現在30歳の女性で結婚はしていらっしゃる既婚者です。子育て中、現在4歳の男の子がいらっしゃるということですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。女にとって子供がいることは幸せ？子供がいると幸福度が下がることについてという提起になります。詳細を教えていただけますか？女性は子供がいることで幸福度が下がると思ってます。例えば恋人期間や子供のいない夫婦っていうのは彼氏、彼女、夫や妻だったものが子供ができることによって父親と母親になってしまうので、スキンシップが減ったり、お金のことでとにかく喧嘩が多くなってしまったりとか、生活のほとんどを子供に費やしていくことになるので、女性としては化粧もしなくなって女を捨てなきゃいけないぐらい子育てっていうのは大変だと思ってるんです。子供が成長しても今度は思春期の悩みですとか苦労や心配がもうずっと絶えないものだと思うので、もちろん尊敬はしてるんですけれども、女性にとって子供を産んで育てることがその幸せだと世の中が当たり前に思っていた定義みたいなこと自体が間違っているんじゃないかと私は思っています。足立さんはどういう主張なんですか？私も妊娠するまでは子育てって大変だよなとか辛いんじゃないのかなって思うことがあったんですけど、子供を授かって初めて自分のお腹の中に幸せがあるんだっていうことを実感したので、子供イコール幸せっていうところに関して私自身の幸福度っていうところよりも子供がいて初めて幸福っていうところに私は思っていますので、下がるっていうのがちょっとよくわかんないかなっていう気はします。スピーカーの佐藤さんがですね、先ほど恋人期間や子供のいない夫婦は彼氏彼女、夫妻だったものが子供ができると、父親母親になってもう立場が変わってきて良さが少なくなるんじゃないかなと、これに対してどう思いますか？てか単純に自由度も下がりますしね、パートナーがいて子供を作る人もいればシングルで作る人もいていろいろだと思いますけど、36歳ぐらいまではもう完全否定派っていうか、結婚もしたくないし子供も作りたくないし、自分の自由度を下げるものは嫌っていうタイプだったので、子供がうっかりできてお母さんになるっていう人生は考えられないと思ってたので、よくわかります。今妊娠中ですけど、40年間独身やったらそこそこ飽きるっていうのがありますから、そこまでやんないと私はでもその決心は絶対なかったですね。でも私積極的に作ったわけではないので、今回も動物と人間の一番の違いは繁殖より幸福を優先するっていうことだと思っていたので、例えば私タバコ吸っていたしネイルもすごい長かったので、そういうものを諦めなきゃいけない要素が一つでも増えるのはすごく嫌だったので、すごいよくわかります。今の心境は？今も半々ですね。だからネイルとかを例えば妊娠すると、じゃあ30週の頃までにはなるべく短くしたりジェルネイル落としてくださいねとかって病院で言われたりすると、やっぱりすごい1週間ぐらいは不服で反抗したりしているしタバコももうギリギリまでやめたくないみたいな。遊びに行くのとかも、ちょっと妊婦さんがこんなとこ来ていいのとか言われるじゃないですか。女の人ってただでさえ若い頃から将来子供を産むんだからあんま冷やさないようにしないととか、
タバコ吸わない方がいいよとか、あんまり毎日飲んだくれてないでとかって言われるのを妊婦になったらもっと言われるわけですよ。だからそういう時に不自由を感じて、今だから半分は不服でも半分は私40年間独身で自由な遊び人をやってたから若干飽きてるので、ちょっと新しい展開が人生に転がってくるっていう意味では楽しみもあります。私は別にその妊娠もしてなければ子供もいないんでわかんないんですけど、話だけ聞いてる感じだとまだ女性でいたいのかなっていうふうに思いますね。ママというよりお一人の女でありたいんだなっていうふうに思いました。それ佐藤さんがっていう感じですね。私は23で結婚して25で妊娠したんですけど、もともとその自分の自由が欲しい人間のタイプじゃないので、確かにそのね、若い男性とかと恋愛することもないですし、お仕事で会ったりはしますけど、そのなんかときめくみたいなキュンキュンみたいなことはないんですけど、それでなんか老けていったなっていう感覚もないし、自由奪われて幸せじゃないと思ったことはないので。でもAKB48 時代かなりお忙しかったと、で卒業してやっと遊べるみたいな感覚なかったんですか？でも卒業した後は恋愛しましたよ、月に。18歳ぐらいから5年間ぐらいで満足。結構私は満足というか、自由でいたいっていうから一人が寂しいからずっと一緒にいてくれる人がいる方が幸せだなって思うタイプなので、私はすごい幸せを感じてるし、妊娠してからも子育てが楽しみで寿司食べたいとかめっちゃ思いますけど、生ものダメですからね。でもなんかそれが制御されてるっていう感覚はあまりないですね。佐藤さん、冷静に考えると、命がもう一つ生まれる。そしてこの何もできない子を育てなきゃいけない。育休とかは増えましたけれども、数ヶ月ですよね。ずっと一緒に育ててくれるわけじゃないって考えると、苦労やしんどさの想像できなかったぐらいだって聞きますし、妊娠するとちょっとホルモンバランスも変わるとか、感覚が入ってるんじゃないかと思う。確かにできた瞬間は嬉しいとかもちろんあると思うんですけど、そういうホルモンとかが影響して、私は今この子を守りたいっていう本能みたいな部分に引っ張られてしまって、幸せなことなのかっていうのを一回今この時代に考え直した方がいいなって思う。この不安についてミリチャムさんどうですか？わかりますか？わからないですか？あんまりわからないそういうホルモンを出してなんとか繁殖させようとしている自然界的には必要なんじゃないですか。だから結婚すると幸せっていう社会的圧力が気に入らないんだと思うんですけど、私もすごい気に入らなかったんですけど、そういうふうに思い込ませてないと誰もあんな面倒くさいことしないじゃないですか。子供いなくて全然いいとか言うと、本当の幸福はやっぱり子供いた方がいいわよとか言って既婚の友達がみんな言ってきたりするのって、動物じゃなくて文化的な人間として繁殖するよりも自分の幸福とか自分の自己実現を大事にしたいっていう、割とこうわがままな、でも人間としては真っ当な欲望を育ててきたことがいろいろこう葛藤して、子供がいる人はいる人で、いなければもっと自由にキャリアが磨けたのにと思うし、なんかないものねだりですね。そういろんなホルモン出ますよ。でもそれは当然ながら大前提として命を守るためっていうものであるので、正直私も産後うつになってやっぱり病んでしまったりとか、なかなか人とお話ができないとか苦しくなるっていう時があったりとかはしたんですね。だけど守りたいとか、これが私の幸せっていう前提が変わらないから、旦那様への愛情を減ってるっていうふうには思わないですか？減らないでしたね。100のエネルギーが100なわけじゃなくて100と100なんですよ。ここは西野さん気持ちわかりますか？私まだ生まれてないので何とも言えないんですけど、でもこう子供ができて母性がどんどん強くなってって、自分のことより子供のことを優先したくなる感覚というかなのはじわじわと湧いてきてるのかなって思います。あとは旦那さんのことめっちゃ大好きですけど、やっぱ子供優先になるんではないかっていうのはなんとなく旦那さんと喧嘩した時に、
いやもうこのお腹の子だけが元気に大きく育ってくれたら私はそれでいいんだみたいな感覚になって、そうなったら、まあ、確かに旦那さんよりかは自分の子供をちょっと優先してしまうのかなとは思うんですけど、だからといって旦那さんのことが嫌いとか、愛が薄れるとかではなくて、私がそこまで面倒見なくても別に生きていける人間と、まだ赤ちゃんで自分一人で生きていけないっていう比べた時にやっぱ守りたいと思うのは子供っていうのは当然だと思うし、足立さんが言ってたようにこう、ね、100で愛情があるっていうことは変わりないけど、大人として自立してる男なんで、ほっといてもじゃないですか。でも赤ちゃんはですよ。ちゃんと守らないと、愛情は変わらないけど、ただ割合っていうのがその都度ちょっと変わっちゃうっていうので、子供に時間を確かに取られます。だからといって愛情がなくなったわけではないので、今はこっちがごめん大事なんだっていう感じだと私は思うんですけどね。彼氏はいるんですけども、潔癖なのもあって一緒に生活する中でご一緒にしちゃうのとかベッドに上がっちゃうのとかが子供が生まれたら多分10倍ぐらいになると思うんですよ。彼に対して自分が綺麗でいようって思えるかなとか、子供がいることは化粧もできないって皆さん言ってますけれども、お金も子供に使わなきゃいけないわけで、自分の行きたいお店とか服とかも買えないっていうか、買う気も起きなくなるかもしれないっていうか、私の幸福度と子供がいる幸福度は多分ちょっとベクトルが違うと思うんですよ。私がもし女性としてだったら佐藤さんの気持ちはすごくよくわかるし、結婚前はもちろんそっちサイドの人間だったので子供かなってやっぱり思うこともあるけれど、妊娠した時に初めて実感すること、もう母親になったっていうこの実感が大きく変わってきて、彼の潔癖とかもどころじゃなくなりますミリチャムさんどうですか？妊娠する前に母親になっても大丈夫だなっていう気持ちがあるかないかな気もしますね、本当。というのはだからそれこそいやまだ子供いらないなっていう状態の時にできたら、それこそ嫌な感覚を持つじゃないですか、いや生まれた時だってこうだしなみたいなビジョンが描けてるかっていうか、もうそういうのも大事なのかなと思って、一応私の場合はじわじわと実感していくっていうか、最初はなんか妊娠したらもう友達と遊ぶ時間もなくなるだろうし、じゃあ月1のネイルも多分通えないなとか、自分のための体のジムも行けないし、美容室もなんなら月1も行けないのかな、自分の自由を手放すのがちょっとなんかどうしようみたいな気持ちはあったんですけど、やっぱ徐々にこうお腹が大きくなって自分が母になるっていう気持ちに実感湧いてくると、意外となんかそこは別にいいかみたいな、なんか最低限できることはしたいけど、だからその家でのスキンケアだったりとか、ネイルいけないけどマニキュア家で自分で塗るとか、最低限のこの旦那さんへの女として見られるためには頑張りたいけど、別にそれをわざわざ外でやる必要ないのかなとかいう思考になってきて、それよりも元気に育てたいとか、愛情たくさん注ぎたいとか、そういう気持ちにどんどん変わっていくから、それが幸せになってってる気がする。鈴木さんいかがですか？妊娠全くする前は自分の優先順位っていうのはそれなりに固まっていて、で優先順位とかがその時々で変わってくるのは別に人生のそれもまた豊かさっていうか、私女子高生の時と30代の時とやっぱり大切なものとか大切にしたいものとかやりたいこととか全然違いますよね。女子高生の頃ってなんかもう日焼けサロン行くために法事サボるみたいなそういう人間だったので妊娠して最初はなんか人生新展開で作家としても幅が広がるかなとか思って、ここら辺で腹をくくって産むのもありかもって思ったけど、体の変化とかあと食べたいものが変わるとかっていうのが自分の体が自分だけのものじゃなくて乗っ取られていく感じは私は正直怖かったですね。38とか9で独身でなんかちょっと小金持った大学生みたいな暮らしを20年ぐらい続けてると、なんかお前大丈夫かみたいな目でやっぱり社会に見られるっていうか、人がいることでも勝手に嫉妬してるような友達とかもいて、女性としての楽しさを見落としてないかなっていうのも、女性として決して諦めてるわけでもないし、自分よりも大事な人たち、命に出会っ
ったことがある人生か、そうじゃない人生かって言われたら、私は前者を選ぶっていうだけのことで。残酷なことに女の人の体は子作りのリミットはどうしても設定されちゃってるから。女性って自分よりも上だと感じる女性のことを蹴落とそうとするから、子供嫌いな人って子持ち女を攻撃してくるっていうことが感じられて。